植物同士のコミュニティの中に入る。皆さんこんにちは。映画愛の星監督の三木です。今回はヒプノセラピーのセッションのことについてお伝えしたいと思います。今回受けられたクライアントさんはですね、過去性を見ていくとレムリアの時の過去性が出てきました。で、そのレムリアはですね、草花がいっぱいっていうそういうね、光景が見えていて、普通に人が植物とお話をする、そんな世界になっていました。そこでその方はですね、植物のスペシャリストの方で、その植物をですね、薬にしたりとか、あとは飲み物にして人に提供をして人を癒している、そんなことをされていました。そしてその方にはですね、なんと羽があってですね、飛ぶことができたそうなんです。で、そして、その方が上に飛んでいくとですね、木がふわーっと高くなっていくっていう、そういう現象が起きるというですね、そういうことがあったみたいなんですね。で、その方は、そのレムリアの時に女性の方だったんですけど、で、女性の方で、羽が生えていて、で、ふわーっと上の方に高く上がっていくと、なんと男性に変わるっていう、ことが、起きていたそうなんです。で、その時のことをガイドに解説をしてもらうと、その人のその使うエネルギーによって変わっていくっていうことだったんですね。実際に性別が変わるかどうかはわからないんですけど、その男性のような感じに変わっていくって、もう顔が変わるし、もうエネルギーそのものが変わっていくっていうことでした。その方はですね、その時、五感を使って植物と話をしたりとかですね、あとは匂いですね。植物の匂いによって、その時その時で植物の匂いが違って、植物が何かストレスを抱えているとか、そういった匂いとかですね、匂いでいろんなことをね、判断できたそうなんです。で、そのレムリアではですね、小さな妖精さんたちもね、たくさんいて、その妖精たちが、あっちの植物が呼んでるよとか、人と植物をつなぐ役割にもなっていたみたいで、あっちの植物が呼んでるよって言って、こう、人を促して、そっちの方に導いていって、植物と人をつながらせて対話をさせたりとかですね、そういった役割を妖精たちがしていたそうなんです。その方がですね、その時レムリアの時に植物のスペシャリストで植物と対話をされていて、で、今回の人生でですね、その方がどうしていくといいかっていうふうなことを聞いていくと、植物とやっぱりより触れていくっていうこと、そしてハーブティーを飲むっていうふうに言っていました。体にそういったものを取り入れるっていうことですね。で、その時にハーブティーを飲む時に、まず体に伝えていくっていうふうに言ってました。ただただ飲むんではなくて、これからハーブティーを飲みます。取り込みます。体に取り込みますっていうことを伝えていって、飲むことで、そのハーブと体とのつながりがより良くなっていくっていうことなんですね。そしてガイドからのその時のことで大事なこととしては、風が大事っていうふうに言ってました。で、風を感じるとかですね、で、その植物同士がどうも風を使ってコミュニケーションを取り合っていたりとかですね。なので自然の中で風に触れるっていうことは、植物同士のコミュニティの中に入るっていうふうに言われました。だから自然の中で風を感じていくと、どうも風にはたくさんの情報が載っている、入っているっていうことなんですね。植物同士の伝え合うそのエネルギー、情報があって、自然の中でその風を感じることで、植物同士のコミュニティの話の中に入っていくっていう感じで。どうでしょう、やっぱりね、都会の風よりも自然の中でね、風を感じる時の方がすごく気持ちがいいかなと思います。その風っていうのが植物同士のコミュニティの情報が入っていたりとかですね、そういうのをこう自然に浴びることで癒されていたり、そういったこともね、あるんじゃないかなと思います。あと最後にね、こういったことも言ってくれました。植物、例えば砂漠の地帯がこう地球にねあって、そういうところになかなか木を植えに行くとか、するのは大変かなと思うんですけど、で、そうでなくて、今いるところのその植物を大事にしていったり、そういう風にすると、そのいろんなところの遠いところの植物も変わってくるっていう風に言ってました。だから植物はどうも伝え合っていて、身近なところの植物を大事にしていくと、
すごく遠いところの植物も癒されていたりとか、そういった良い情報、人から受け取るその人からの愛が近くの植物に届いて、でその植物が大きく連鎖して広がり合っていくっていう、そういったことでもありました。だからただ植物っていうんじゃなくて、私たちが意識を変えて多くのところに多くの植物に届いている、伝え合っているっていうふうに思うことで、また何か植物に対する向き合い方とか変わってくるんじゃないかなと思います。だから植物がその伝え合っている、植物が例えばね、今 YouTube ですけど、人に伝え合おうと思うと YouTube でたくさんの人に見てもらうとか、そういった必要があるかもわからないんですけど、植物はただただ伝えていくだけで自然に、ある意味ですごい拡散力っていうかですね、たくさんの木々、植物に伝えてくれるっていうことみたいです。私たちがたった一つの植物に愛を注ぐと、それが拡散されて、いろんなところにその情報が行ったりとかですね、それだけで植物が癒されるっていうこと、そんなことも伝えてくれました。私たちがもっともっと植物に対して意識を変えていくとかですね、一つの植物は一つだけじゃないとかですね、全部がつながり合っている。それはもっともっと広い意味でいくと、私たちは一人一人は個々別々のようで、でも実は全てがつながり合っている。そういったところにもね、つながっていくんじゃないかなと思います。私たちが植物から気づくこと、学ぶことっていうのは本当にたくさんあるなというふうに思いますし、この YouTube でもどんどんそういったこともね、伝えていきたいなと思います。そして4作目の映画「愛の星へ」をですね、4作目の映画のテーマは植物からのメッセージ、これを大事に今作っていますので、ぜひ期待していただけたらと思います。2026年の9月23日に東京で公開します。そちらもぜひ会場に見に来てください。最後までご覧いただいてありがとうございました。